はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星の説明含めながらタロットリーディングしてみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドエース、カップ5、ストレングスの逆、カップ4逆、ソード4、ジャスティス逆、ジャッジメント。はい、対策や気をつけることはマジシャンの逆とエンペラーとオラクルはカップエースです。なんてドラマティックな2週間なんでしょうか。いいですね。ちょっともう早速星のことというかね、カードも読みながらいきますが、非常にね、なんかもう新しく進んでいくんだみたいなエネルギーが地上にあります。そうね、ちょっと星の話もさせていただきたいんですけれども、前回もお伝えしたみたいに11月の22日までは自分の価値っていうものを自分で認めていくよっていう時なわけですね。稼ぐことにしても何にしても。ただそれに関しては自分ではやっぱり自信がないですみたいな、なんかそんなに自分のこと自分で持ち上げられないしとか、頑張ったところでそんなに収入上がらないしみたいな、なんかそういうちょっと頑張ろうかなと思ったけれども、やっぱりそれは難しいみたいにちょっとこう意気消沈するみたいな、せっかく芽生えたその無限の可能性っていうものをなんか自分の感情が蓋をする。そしてもうそのことはいいみたいにちょっと置いておこうみたいな感じがあったのかなって感じがします。ただこれって本当に目先のね、何か収入が増えるからいいとかそういうことだけじゃないんですよね。自分の価値を自分でよし認めてるぞって言ったところで深いところでは認めてなかったりとか、逆に、まだまだですって言いながら深いところでは自分のやってきたことをすごく自信を持ってるとか、いろんな場のパターンがあるので一概には言えないんですけども、今この流れを見てると表面的には天秤座の皆さんはその自分の価値っていうものを見失いそうになっているけれども、深いところではものすごくうまくいってますみたいな感じがあり、それをおそらくこの11月の後半に感じると思います。そして星で見ても11月16日が満月なんですね。でこの満月っていうのは豊かさとかちょっとどっしりとしたエネルギーなんですよね。備えていくみたいな。そして特に天秤座さんにとってはこの満月っていうのが見えないところでちゃんと豊かさや応援や愛情って届いてるじゃないかということをなんかカチッと分かるような電流が流れるようにスイッチが入るみたいな感じがあるんですよね。本当は届いているんですけれども自分でわからない。でもそこでカチッと何かが揃うことによってドドドドと流れが来るみたいな、そんなイメージなんです。ですので少しもしかしたら今やっぱりなみたいな、自分一人頑張ったところで相手は変わらないしとか状況はすぐに変わるわけじゃないしみたいな感じでちょっと気持ちが下がったり、もうこのことは保留でみたいにしてたところにいきなり電球がつくっていう感じがするので、いきなり電流流れてきてついたみたいな感じがあるので、すごくそれがドラマティックだなと思ったんです。でもそもそも何かそのカチッとつながることによって流れてくる、そして光るみたいなのってもともと光るそのエネルギーがないと光らないわけです。電気がついたところで。なのでそこを忘れないでほしいなって感じがしました。でまたね11月22日以降っていうのはさらに人とのつながりとかコミュニケーションを活性したりとか、自分の好奇心も上がってきたり、実際にフットワーク軽くなる、いろんなとこに行くみたいなエネルギーがあるので非常に流動的になります。だからすごくもう動く前の状態って感じがします今ね。でももう22日過ぎたらもう動きたくなるし、もしかしたらもっと大きな計画を立て始めるかもしれませんね。来年はこうしようみたいな。で11月の20日以降っていうのは冥王星が水瓶座に入ることによって天秤座の皆さんはね、今年の前半特に9月の2日くらいまでに計画したことや体験したことを踏まえて、はい本番ですみたいな感じの時で、はいやってみましょう、挑戦してみましょう、それをやる価値がありますよ、自分でそれに挑戦する勇気がありますよみたいな感じなので、今までの
こう自分はこんなもんかなとか自分ができるのはこれぐらいかなと思っていたレベル超えますっていう感じがあるんですよね。だからこう電流も来るし、なんか自分でその光ってることも自覚できるし、チャレンジしていけるんだっていう感じがあるので、とてもドラマティックな展開があるなっていうふうに思います。ちょっとすごくレアな例えになってしまいますけども、例えばね、子供が欲しいって思ってらっしゃる方だとしたら、なかなかできないからもう諦めようかなと思っていた時に、やっぱり医療の力を使ってやってみようよみたいな、そういうふうに切り替えるとかで、本当にでもそれでも一回試したけどダメだったけども、もう一回やってみようよみたいな形でね、やってみる。その自分の可能性に、本当に欲しいものに対しての自分の可能性にかけた行動をしてみようよみたいな流れがあるなと思ったんです。でそしてそんな風に自分の人生を信じてチャレンジしていくっていうことがいかに素晴らしいことかっていうことをご自身も感じるし、他者も感じるし、もう喜びでいっぱいみたいな感じがしたんですね。ただもうちょっとだけ時間はかけてもいいよって感じがあるので、別にその今すぐやらないと消えちゃうとかそういうことではないので、ちゃんと自分がその可能性っていうのはすでにある、すでに天秤座の皆さんの中にあるんですっていう感じで、なんか力強く言われてる感じがしたんです。だからスタートするのはいつでもいいんですけれども、もしもうちょっとだけ待ってっていうのであれば待ってもいいんじゃないですかって感じがしました。まあ来年だってこの運も消えないし、ちょっと先の話になりますけど、11月26日から12月16日ってちょっと彗星が逆行するんですね。でこの逆行期間は別に悪いわけじゃ全然ないんですけれども、少し情報が混沌としたり、考え方もなんかこうもう一回違うことを考えてみたりとかっていうのもあるので、少し迷ったりするかもなとは思います。ここでジャスティスの逆もあるのでね。だけど結果的には自分が望んでいたことは報われるとか、望んでいたことが現実になる、やっと叶うみたいな感じのカードが出てるわけです。そしてオラクルもカップのエースで自分の中から湧き出てくる喜び、湧き出てくる愛情、愛しさみたいなのもあるし、それはもともとあるものなんです、天秤座さんの中にっていうのがすごいなんかメッセージとしてくるんですよね。だから多少時間をずらしたところでそれは消えませんっていう感じがしました。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見させてもらおうかな。いよいよチャレンジが始まるんですねって感じです。とてもいいこれは人生の流れだと思いますよ。別にこの11月後半に限らずなんですけど、11月後半からもうその域に入るんですねっていう感じだし、ずっと可能性の扉開かれてますからね。それが何か16日あたりにカチッと揃う、自分でそれを感じられるっていうことがあるのかもしれません。お仕事どうでしょう。お月さん、カップ8、また出ましたね。カップのエースということで、もうカップエース2枚も出たらもうたまりませんね。嬉しくてたまりませんよね、これはね。お仕事に関してはちょっと先行きが見えないというか、もう絶対このままこれが継続でって決まってないみたいな感じがあり、だからこそどうしようかなって、どういうふうに変えていこうかなっていうことを考えたりとか計画立てたりすると思うんですけども、ちょっとだけその何か新しい可能性というものが出てきてるがゆえに、これまでやってきたことをちょっと置いていっていいですかみたいな気持ちがあるんですよね。なので少しこのまだ流動的な流れの中にいるので、仕事に関しては安定してないというか確定していない感じがします。そして確定していないことをダメとも全然思ってないし、むしろ安定を得るために決めてしまうことよりも新しい可能性にかける方を選ぶんだなって感じがしました。はい、素晴らしいと思います。人間関係も見ていますね。人間関係はまた恋愛は別動画で解説しますので、全体的な関係性というので聞いてください。恋愛も含みますが、はい、ソードの6とペンタクスの6とデビルの逆ということで、人間関係非常にうまくいきます。とにかく何かが進んでいくっていう感じがします。もう止まってないですね。感情的に一時的にちょっと止まってるんですけど、11月のまだ20日ぐらいまでにはね。だけどやっぱり動き出すんですよね。で動き出していたことに気づいてなかったみたいな感じで後でから気づくこともあるかもしれないし、非常にいい状態で進んでいきます。ただ何か
関係性において一つ諦めるというか、一つ手放すっていうこともあるみたいですね。デビルの逆なので、もうこれは絶対に守らなきゃいけないんだと思っていたものとか、ここだけはもう手放せないんだって思っていたものを手放す勇気が持てるのかもしれません。なんでしょうね。なんか手放したらダメなんだとか、手放したら薄情なんだとか、そういうこうなんか薄情者みたいな、そういう感覚なんですよ。このことを手放すっていうのは恩がないとかね、なんか裏切りだと勘違いされるとか、そんな感じなんですけど、もうご自身の中でもそれを手放すことが絶対自分にとっていいことだって十分分かってるって感じがするんですね。もう一枚出したカードがまたこのペンタクスのエースで、ここでもウェルビーイングっていう、カードなんですよね。これペンタクスの6なんですけどね、自分にとって何が健康的で何がいいことかってことを十分に分かっている。でその道にもう入ってはいるのに、自分だけがなんか、いやでもこれはって何かをしがみついてるけど、いやもうそれ手放しましょうって感じなので、これ人間関係で出るってことは腐れ縁だったりとか、なんかその人との関係を切ってしまったら本当に私は一人になるんじゃないかとか、なんかそういう恐れだと思うんですけど、何が健康的なんですかって、何が健全なのかっていうことを基準に考えたら答えは明確ですよね、みたいな感じで言われてる気がしました。はい、参考程度に聞いてくださいね。はい、ということで最後にもう一枚引かせてください。天秤座の皆さんへのメッセージ。でもなんか今回はすごく私、もうこのエンペラーが光りすぎてもう自分の中でその力あるよねって、なんかエネルギーがこう流れてくるから光るとかじゃなくて、自分にその光る種があるからエネルギーが届いた時に光るんだよねって感じがして、何かが達成するって感じしますよね。天秤座さん、はい、このカードが出ましたけれども、何かこのカードを見て感じることがあれば、ぜひ皆さんも自分の直感でメッセージを受け取ってみてください。ホープとかね、なんか新しい始まりがあるよって、それに対してなんか大天使が応援してくれてるよっていうカードですね。いいじゃないですか。やっとなんか力を発揮できる時が来たって感じかもしれませんね。はい、もし何かしらそうですそうですとか何かご感想あればコメントいただけると嬉しいです。また次回すぐに次の動画、恋愛動画もアップしていきたいと思います。よかったらいいねボタンやチャンネル登録もお待ちしております。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。